はい、ということでですね、こちら壁一面終わったんで、そろそろあの窓を閉じようかなと思います。さすがにこれはこの WZ ピンがいるな。ちなみにこれは断熱材ここに入れると後ろに引っかかりがないんで入れれないんですよ。言うたらこのスカスカこんな感じになるから、こういう WZ ピン刺せばほらこうやってここで止まるんですね。ちゃんと面で。それ用です。本当であればこの窓をちゃんと外してね、で裏から壁張ってやった方がいいんですけど、めんどくさいですね。いいでしょう。ここはもうよし、はめていこう。もうね、やることが多すぎる。一人でやるのは無理になってきた。もうここ塞げばね、映像が綺麗になるから。今逆光だから。もうちょいや。長かったな、ここまで。2週間かかったわ。やっと断熱で終わったわ。よし、じゃあ、ここに壁を作りましょう。扉の枠からね、作っていこうと思います。ということで、ラスト、ここ、壁がないんで、壁を作っていきましょう。955。これは扉の型枠を作ってます。ついに扉ができるぞといったところでね。1910。でこれが扉の型枠って言って、扉のね枠になるんですけど、この木に関しては表面に露出するんで、ちょっとねこれだと多分ねバリとかが刺さると思うんだよね。なんでこの表面をツルツルにするのと、あとここ角当たると痛いんで、これをねサンダーでこうやってやったらほら角がなくなるんで、角を取って枠にしていきます。じゃあツルツルにしてやりましょう。という違うな、115。全然切れんな、最後まで。無理よ。何点ですか？0点です。いや、なんか釘刺さってない？あ、釘刺さってんだ。そういうことね。それは抜けるはずがないんだよ。あれ？でも若干なんか良くないな。あー、なるほど。ここにもビスがあったわ。よし、はめてみましょう。入るんじゃないか、これで。うん、入った入った。いいね。猫可愛いみたいなイメージあるかもしれないけど、世界一の害獣だから。こういう家に住んでると家入ってこないでしょ。入ってくるんだよ、あの穴から。あれ見せようぜ。あの穴から入ってどうやって上がってるの、あんな高いところって思うやん。俺らがせっかく入れたこの断熱材、ほら見て、猫の爪痕駆け上がって登ってるからね。せっかく俺が頑張って詰めたやつを綺麗に入れたのに、あいつらがめちゃくちゃにしてってんだよ。マジで猫は害悪。ゴキブリとかさ、キモいけどさ、何もしてこないじゃん。猫は可愛いかもしれないけど、マジ超害悪プレイしてくるから。よし、打ち込もう。
終わったよ。あとは横やな。うん、水平器。よし、あとはここ横を貼るだけや。無理。あ、無理じゃない。あ、ぴったりや。天才もしかして。大好き俺。うわすげえ。これ終わって、もう一個切って終わり。嬉しくね、これ終わったらマジ。マジあげ。マジあげ。無理。ああ。はい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 。あと1枚長かったな。反対か。無理。よし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 。壁なったやん。よし、オッケーでしょう。ラストです。終わり。はまれ。はまらんぞ。はまれ。はまって。はまれ。はまったぜ。やったぜ。やったー。マジ疲れた。はい、じゃあようやく壁が出来上がったということでですね、めっちゃ反響してるんですけども、まあこの反響はね、ちゃんと囲えたっていう証拠でもありますから、じゃあ次ですね、ここにね、電気が通ってくるはずなんですけど、この電気がないんで、電気を通しましょう。やります。今頃あっちから断熱材が出てきてる頃でしょう。で、これ無駄にもう取り付けちゃったんで、これ外します。で、こうする。よし、じゃあ反対側。すごい切るの時間からこれ包丁でやったら全然切れてないな。生まれた。合ってんのかなこれでちゃんと。怒られるかも、もしかしたら動画出した時に違うぞとか言って。いいだろう。はい、そしたらですね、石膏ボードを貼っていこうかなと思います。じゃあ石膏ボードをね持ってきましょう。よいしょよいしょよいしょ。コンセント分の穴を開けていきます。石膏ボード下穴を打っていくんで、下穴を打つ位置も見ときます。もうね、ここまで来るとマジで喋ることがなくなってくる。何日目でしたっけ？今日多分17日目とかじゃない。一つの企画で使う時間の量じゃないんだ。ドキュメンタリーの量なんよ。でももうやると決めたからにはやるしかないんだ。そしてやってればいつか終わるから。しかもこの石膏ボードとか僕扱ったことないんで、初めて今扱ってるんですよ。なんでどうやって扱ったらいいかがわからん。ただやる。下穴って言ってビスを打ち込む前の穴を開けていく感じですね。まあ、上から壁紙を貼るんで結構綺麗にやっといた方がいいと思うんで。ちなみにこれも初めて使います。うまくいくといいですね。よっしゃ、貼ってみましょう。いいんじゃないか。よし、じゃあ打ち込んでいこう。これ穴なしでもいけるタイプじゃない？バチバチいける。下穴開ける作業無駄。なんかはまらないんだが。もういいってそういうの。ちょっと残ってるわ。カーテンなんかないのにカーテンのあれが。カーテンなんかないじゃないですか。外そう。外れるかな。無理やな。穴が小さすぎる。こういう時はパワープレイ。パワーがあれば何でもできる。下に入らん。いいだろう。
反抗的なやつめ。疲れたわもう。全然サイズ合わんわ。なん撮影までが長いんよ。今撮影編シーズン0でしょこれ。シーズンエピソード0長くない？多分エピソード0の方が長いよ。でも実際そういうもんなんよ。セミも一生涯で成虫になれる時間短い。それと同じなんよ。準備期間が一番大事やから。気持ちいい。毎日 DIY した。皆さんついにラストピースです。時刻は今何時ですか？9時半ですね。夜の9時半。頑張ったな。はめよう。もうワンピースの最終話ぐらいの感動やな。痛い。はい、いいじゃんいいじゃん。何回はめたことか。よし。油断した。よし、やりましょう。なんか本当にショック受けた時って言葉出ないんだな。危ねえ、心が折れる。石膏ボードがそんなに高くなくてよかった。コンパネだったらこれ1枚2400円なんですよ今。石膏ボードは800円です。さっき800円の半分だから400円無駄にしましたね。絶対に落とさない。よし、完璧。怖い。落としそう、また。ここが最後にして。とりあえず貼り終わったわ。長かったな。さすがに長かったわ。はい、ということでラスト壁です。ちなみに僕今風邪ひいてるんで元気ないです。はい、ということでね、やっていくんですけど、多分建築とかやってる人は、なんでここだけ最後残したんって、非効率やろうって、多分めっちゃ突っ込みたいと思う。俺もそう思うんやけど、断熱材がね、足りんかったよね。断熱材が足りんくて、発注してました。ということで、発注が終わったんで、やっていきます。まあ、こんぐらいだったら、風邪ひいてても1時間で終わる。余裕です。まあ、風邪ひいたら、荻原にも移すって決めてるんで、絶対に移します。最低な YouTuber じゃないですか。もちろん。やっぱ痛み分けしないと。風邪うざいな、コロナも。なわけねえだろ、誰とも出会ってないのに。これさ、血じゃない？血だよね。ワニかな、サメかな、何かの血だろう。完成です。石膏ボードいきましょう。よいしょ。持ってよ、重たいんだから。全然斜めや。なんやねんこれ。嫌な気持ちになったんだ今、すごく。こうしよう。こっちはまっすぐだよな。くそ、合ってねえな。ここ切ります。はい、完璧。終わったぞー。終わったはい、ということでですね、石膏ボードを貼るところまで終わりました。いやー、長かったね。めちゃくちゃ長かったです。ということで、めちゃめちゃ声響いてるな。すげえな、反響が。水産加工場の写真を撮ろう企画、なんですけど、まさかの今のところ動画素材が19時間ありますね。やばいね。19時間ってサバイバルと同じ時間あるからね。今日はですね、壁と天井を作って、実際に写真を撮っていこうかなと思っております。ということで、早速、やっていきましょう。じゃあまずはね、電気を取っていきます。
ついてるかついてないかわからないぐらいの光量の電気をね、取っていきます。よし。で、これ天井さすがにこれダサいやん。和室だったらこれがすごい合うんですけど、今から北欧風の部屋にするんで、これはさすがにね、ダサいんで、どうしようかなと、めちゃめちゃ考えてたんですけど、まあ本当は壁紙を貼りたい。本当はね。ただ、めんどくさいんで、白く塗ります。スプレーでしかも塗っていこうかなと思います。で、まず最初にやる作業は、今石膏ボードっていうのを貼ったんですけど、石膏ボードの溝だったりとか、釘を打ち込んだところのへこみとかがあるんで、これを平らにしないと壁紙貼れないんですね。で、そこを埋めていく作業になります。なんかめっちゃ段差があって気になるんだけど、うぜえなこの段差。はみ出してるやつはその分壁紙がはみ出ちゃうんでダメなんですよ。じゃあ、やっていきますか。これはさすがに段差がえぐい。たらいいんだろう、こんなもん。いっかパネルにしよう。パネルなんかそもそも石膏ボード貼ってる人が下手なんやわ。誰？俺だよ。でもやっぱりこうやってやったことないことに挑戦しないと成長しないから。最初はみんな下手くそだから混ぜなきゃいけないタイプや。世界で一番だるい。いや、よく見たら液体や。そうだよ、混ぜなくていいタイプって書いてあったから買ったの。家で余ってた蓋の上に絞り出していきましょう。あ、すげえ。ウツボの胃の内容物みたい。オッケー。でこれを本当はね、こういうちゃんとしたやつがあるんですけど、買うのもったいないんでね、まあ、ここの DIY はかなりお金かかってるね。言うても節約していかないと。これをこの隙間があるんで入れていきます。これやばいぞ、隙間がありすぎるぞ。俺この作業やばい。3人でやろう。もう自分の力だけでやるっていうのはもう諦めた。この部屋は。部屋は1人でやるもんじゃない。大変すぎる。あ、もう慣れてきたよ。ちなみにここら辺に残ってるやつ、こういうのは後で取り除きます。はい、それではね、まあ一旦一面だけね終わりました。いや、意外とね、そんな大変な作業ではない。ちなみにこれ1回目パテ塗りしたんですけど、へこむらしいです。乾燥したらへこむらしいんで、乾燥させてもう1回パテ塗りして、そこから壁紙貼る感じ。なんでこの作業を壁の4面と床の1面があって5面で、それを2回作業を繰り返すって考えたら、まあ10回これを繰り返すと終わります。まあ床は本来こういうパテで埋めていくものじゃないんですけども、まあせっかくパテがあるし隙間もすごいんで埋めていきます。だからなるべく出来栄えいい方が気持ちいいもんね。うまかったら隙間できないんですけどね。ピッチーっつってね、ピッチーって入れれるんで。ちなみにパテは4時間で乾くんで、2回戦はこれが終わったぐらいでできます。超ぴっちりとはめてればもうこんな作業ねする必要ないんですよ。ないんですけど、逆に言えば失敗してもこうやってちゃんと補修すれば綺麗に作れるはずなんです。もうカメラ回しないでやろう。3人でやろう。終わらせよう。はい、それではですね、1回目のパテ塗りが終わりました。一旦ここから乾燥するまで待たないといけないんで、4時間ね待っていきましょう。はい、それでは4時間経ったんですけども、ちょっと見ていきましょう。このへこみようすごいな。全くへこんでるわ。おそらく3回塗らなきゃいけないね。まあいい、もうやるしかないからやっていこう。うん。じゃあパテ塗り2回目も終わったんで、次の作業です。一番端っこの隙間とかが埋まってないんですよ、実は。相当隙間があるんですね。ここを埋めないと虫とかが入ってくるんで、この発泡ウレタンで埋めていきます。多分みんな何が起きてるんやろうと思ってると思うんで、ここにちょっと出してみますか。こんな感じでこの発泡ウレタンっていう素材を吹き付けてます。一応これ断熱効果もあるんで、まあ、発泡スチロールみたいな感じですね。これをね隙間に入れていっていると、これで隙間風がなくなるはず。まあ溢れ出てきたやつは後で綺麗に整えればいいだけなんで、とりあえず適当に吹き付けていきます。どんぐらい固まるんだろう。これ今こんな感じにパンパンに詰めたんだけど、今ちゃんと見たらこっから 2,3 倍膨れるんだって。破裂するんじゃないか。膨
膨れてきてるもんね、確実に。で、あそこ角、あそこも入れていきましょう。これで完全に外と中を分けることができました。はい、それではこれ膨らんできましたね。可愛くない？これ餅みたいなんだけど、触った感じ。これはこうする。さあ、やばい、挟み忘れた。マジ女性視聴者減りそう。本当にね、A 型の人は俺の動画見れないと思う。まあ俺 A 型なんですけど、こんな感じでエアコンを守ることができます。あとは一応電気系統だけ守っとくか。電気系統は守っとかないとやばいと思うんで守っていきましょう。 OK、 じゃあここから白く塗っていくよ。うわー、大量に買ってきました。やりましょう、やってやりましょう。あ、もう臭い。さすがにね、真っ白になるから。スプレー目に入ったら危ないんでちゃんとやりましょう。何も見えないと思って。マスクもちゃんとします。よし、30分で終わらせよう。はい、それではですね、スプレーで一度塗り終わったんですけども、ちょっとこれやばい。室内でスプレーやっちゃいけないっていうことが分かりました。何にもいいことないわ。はい、こちら用意しました。ペンキです。ペンキでやっていきましょう。天井なんでこういう長い器具をね、つけます。で、白のペンキの怪力なので、つけられませんね。よいしょ。結構硬いな。いけたいけた。よいしょ。乾燥時間1時間なんで、あっち塗り終わる頃にはこっちは乾いてると思います。じゃあ行きましょう。いきます。これペンキも3回ぐらい塗らなきゃいけなそうだな。さすがに2度塗りしないと色が見えすぎてる。よーし、4度塗り終了。だいぶ白くなった。長っ。 OK。 じゃあ次、もう壁天井塗り終わったんでそろそろ電気つけよう。この部屋電気ないから。よいしょ。やっと電気がつけれる。長かったな、ここまで。オープン。おしゃ電気です。よいしょ。はい、皆さん、おしゃ電気です。やっぱり僕は服装見ても分かる通りおしゃれが大好きなんですね。家電とか選ぶ時も北欧風のおしゃれなやつ選んじゃうし、今日もセンスいいわ。もう結構可愛いよねこれ。電気を取り付けていきます。マジ祈る、神に祈る。お願いついてね。回らんな。マジで俺何やってるんだろう。俺確か漁師だったよね。電気の取り付けまでやってるよ。よし。お、なんやこれ。おしゃれやな、おしゃれやな。ライトがあるとちょっと見づらいな。このライトしかもすごいのが角度変えれるんですよ。こうやってこれは左にしかいかないのかな。こんな感じでいろんな方向を照らせるの。まっすぐでもいいけどね。とかこっちの向きも変えれるから、こうやっていろいろと変えれます。いいですね。はい、ということで天井が終わったんで壁やっていきましょう。じゃあ次なんですけども、今パテ塗りっていうのをやって壁の溝を塞いだんですけども、溝を塞いで平らにしたんですけど、これね見たら分かるんですけど、このパテがね飛び出しちゃってるんですね。これ平らにならさないとまだ壁紙を貼れんのよ。ということで、もう本当にあとちょっとのところまで来た。これをパテ剥がしでこうやって剥がして平らにしていきます。である程度だったらこういうものを使っていきます。これがサンドペーパーって言って削るペーパーなんですけども、こうやって挟みます。こんな感じで平らのサンドペーパー作るんですけど、これをこうやってやっていくと、ほら
まっすぐな面になるんですね。こうやってこれを今から無限にやっていきます。3人で。こっちの方が全然早いわ多分。この作業はほんまにエグかったです。絶対に体に悪い。はい、それではですね、磨き終わったんで掃除をしていきましょう。死ぬかと思ったな。死ぬかと思った。防塵マスクせずにこれやったのよくない。なんかお腹壊してるわ。ということで掃除していきましょう。はい、そしたら綺麗になったんで、次無駄な作業を増やしたところをねやっていきましょう。発泡ウレタンを吹いちゃったんですけど、めちゃめちゃ漏れてきてる。これをどうにかしないとね。バービーぐらい取れるのかな。これ結構硬いぞ。硬いめっちゃ硬いぞ。これ取れんの？これ結構切れないな。硬いぞ。これ力技でいった方がいいわ。これは失敗したな。結構硬いんだよなこれ。マジで発泡スチロールと変わらん。発泡スチロール手で砕くのって結構しんどいやん。こんな感じ。もういく。皆さんにご報告がございます。今これを無理やり開けたことによって、扉壊れました。ここら辺。もう一回壊れてしまったら関係ないからね。そういうことにしよう。あと上。一応削りました。多分これでなんとかなると思う。で次です。もうここで壁紙貼っていきたいんですけど、もう一工程あるんですよ。皆さん忘れてないですか？こっちです。そう、ここのコンセントが今まだ固定できてないんで、コンセントを固定していかなきゃいけないんです。こちらの金具を使っていきます。ちなみに Amazon で20個入りしか販売しなかったんで20個あります。島にはどこにも売ってなかった。島だとこういうことが起きます。はい、俺が島で販売しようかな。17個。やり方としてはですね、こうやって C 型金具をこのネジで取り付けるんですね。まずでこっちも取り付けていくと。そしたら壁にこれね、いいだろう。こうです。なんだよ、じゃあ初めてなんだぞ。文句あんの？マジでもうやばい。これね、何が起きてるかっていうと、この後ろに断熱材を入れてるんですけど入んないんですよ。今無理やりねじ込んでます。イメージとしてはここに板があるんですけど、板をこんな感じでギュッと挟んで固定してる。ほら、固定ができました。次やこっち。よし、ラスト上や。終わりました。はい、そしたらようやくですよ。壁紙を貼っていきましょう。長かったな、ここまでが。壁作るのがこんなに大変だと思わなかった。大工のみんなすごいわ。よいしょ。長さは 1m、2m68 ぐらいですね。さて、何も知識ない状態からこんなことをやって形になるのかどうか。これが逆にできてしまえば、知識なんかなくてもやってみればなんとかなるっていうことが証明できるよね。頑張るわ。これをこうするみたい。こうやればちっちゃくシュッとまとまりますからね。これでこの状態まで持ってきて壁紙を貼っていくと。いけるかな。やってみよう。マジこれでやるの？こんなんできるの？やばい。フィルムを引っ張るとさ、下にずり落ちてくるから、下のこのフィルム取ってくれない？コンセントは最初に切っておくものなのかもしれない。それは知らない。で、この辺切っておきましょう。なんか見た今。やり直しはもう嫌や。妥協させてくれ。もうちょっと勘弁して。これ高いし、壁紙。今のでもう二度と失敗しないから。俺は一度失敗したことを二度やらない。失敗に学ぶ。今のはいい失敗だ。枯らせるぞ。これね、島じゃなかったら正直貼り直してもいいんですよ。島だと壁紙失敗したね、じゃあやり直そっかってなった時に発注に3日かかるんですよ。
島じゃなければ、じゃあホームセンター行って買ってこようかができるんですけど、島はできないんだ。結構壁紙って脆いんだな。あ、でもこれそんな気にならなくない？もうマジで分かんないね。全然分かんないね。ねえ、ちょっと待って、ここ全然つかない。全ての作業が分かるチャンネルだよね、このチャンネルは。あ、魚ってこんな風に生きてんだっていう食材の出どころが分かるし、家ってこんな風にできてんだってところまで分かるっていうね。やっぱ俺のチャンネルはもう小学校の教材とか出してもいいかも。で、そうしよう。1枚目が予約貼り終わりました。よし、2枚目いくぞ。じゃあ2枚目。皆さん聞いてください。先ほどここ5分かかってたところが今20秒でできております。これが成長です。この切るところまでさっき5分はかかってました。ただ今回はもう20秒です。よし、貼っていきましょう。マジ大工すげえわ。大工さんとかいうのがおこがましいよ。大工様だわ。本当にすげえわ、大工。はい、ということで、一応ね、一面壁紙を貼ってみたんですけども、ちょっとね、思ったことがあって、扉がダサいんよ。正直な話、ちょっとめんどくさいなと思ったんですけど、さすがにこれはダサい。白く塗っていきます。よし、じゃあやっていこう。幅合わないんだよな。時刻は今夜の1時でございます。カメラマンはさすがに帰りました。ということで僕一人でね、撮影を続けております。ここまで来たらね、終わらせたいという気持ちがね、勝つんですよ。悲しいお知らせがあります。床張ってるデータが飛びました。ただね、もう切り替えていきます。はい、ということでですね、ついにですよ、ついにこちら撮影部屋がね完成しました。ということでですね、もうめちゃめちゃ前にね買ったストロボ、これを搬入して実際にね写真を撮ってみようと思います。やっと商品写真が撮れるよ。よし、やっていきましょう。お見せしましょう。こちらですね。はい、完成です。長かった。いやー、長かった。そういえばこのコンセント取り付けるシーンもデータ飛んでるじゃん。悲しい。これね、こんな感じになってるんですよ。こうやって取り付けれる自家製コンセントです。これもみんなにいっぱい見せとく。一番頑張ったから、1年ぐらい受験に勉強しましたから、これもうみんな見て、コンセント興味ないか。で、今日はですね、ストロボをここに搬入していこうかなと思います。ストロボ買ったのいつや、もう1年前ぐらいな気がするけども、はい、ようやく入れれますね。入れていきましょう。ストロボにこの辺に置いときましょうかね。ちなみにコンセントつけたけどストロボバッテリーでしたね。やっと設置できる。危ねえ。はい、それではついに完成しました。いやー、二度と部屋作んなよ、もう。めちゃめちゃきつかった。いやー、
きついかな。もうなんか被験するものがないわ。森谷さんどんぐらいきつかった？フルマラソンぐらいきつかったっす。フルマラソンぐらいきつかった。フルマラソンぐらいきつかったっす。フルマラソン終わった後にもう一回スイムやるぐらいきつくない？いやきつかない。フルマラソンやったことないけどきついな。やったことないですけど。そんぐらいきついよ。多分そんぐらいきついよ。いやー、やっとですね、これで写真が撮れます。じゃあ動画切り替えましょうか。そのカメラを写真撮るのに使いましょう。ついにやっと写真が撮れます。撮りましょう。3、2、1。白飛びしてるし、盛り付けがダメやな。さて、白飛びを直せるのか、カメラマンの腕が試されてますね、今。下の余白がでかいね。こいつ曲がってるのがよくないんだよ。あ、なるほど。4発目。的に下からこっちの余白あった方が良さそうだよね。やっぱここ直したから、さっきよりマシだよね。いいんじゃない？はい、ということでですね、ようやく写真を撮る設備が整いました。いやー大変でしたね。ただ、ここからです。まだ、たかが写真を撮る設備までしか整ってません。ここから工場を立ち上げて、工場の生産ラインを整えて、販売まで持っていくと。ちょっと、走るのやめていいかな。ダメですね。もうフルマラソン、もう一発きついな。いやでも、やらなきゃ済まないんでね。やっていきましょう。皆さん、こうご期待をしておいてください。それでははい、ここでマサルからのお知らせです。漁師の夜明けのネットショップがですね、1月23日19時にオープンすることが決定しました。で、それに合わせてですね、一つキャンペーンやろうかなと思っておりまして、漁師の夜明けのね、LINE 公式アカウントを作ったんで、1月23日19時までに友達追加してくれた方の中から抽選で5名様にですね、なんとマサルが実際に取った魚をプレゼントします。で、概要欄にそれ URL 貼ってるんで、これもう LINE の友達追加するだけでできるんでね、皆さんぜひね、やってみてください。そしてですね、もう一つ特典があります。で、今回海産物と一緒に僕が直筆で感謝のメッセージも入れさせていただきます。実際にオープンの直前にね、夜の海に潜りに行ってそれをプレゼントするんで、ちょっと何が届くかっていうのはまだ言えないです。ただおそらく伊勢海老か夜光貝かブダイですね。そしてもう一つ概要欄にね、漁師の夜明けネットショップの URL があるんですけども、そこクリックして飛びますとメールアドレスをね、入力する画面がありまして、そこでメールアドレスを登録していただいた方の中からさらに抽選で5名様にね、プレゼントを送ります。LINE の友達追加してメールアドレス登録すればもう当たり確率2倍なんでね、ぜひ皆さんやってみてください。はい、ということでラストスパート頑張っていきます。それでは